はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。はい、ちょっとすいませんね。風邪気味でこんな声で。受験生の皆さんはしっかりと体調を整えましょう。はい、今回はですね、2019年大学入試数学難問ランキング第1位の問題を徹底解説していこうと思います。要は2019年の問題の中で一番難しかった数学の問題ですね。で、その栄えあるグランプリに輝いたのが東工大の第4問ということですね。で、この問題はもう、Twitter とかコメントとかで、東工大第4問解説してほしい。これもう伝説の難問だから、みたいな感じで、各予備校とかも、これは難しすぎる、みたいな感じで出してましたね。だからまあ、それが1位になるのは、多くの方も予想できたんじゃないかなと思います。で、まあ一応初めに言っときますけど、僕自身はそんなに難しいと思わなかった。それはまあ、その解説中に話すんですけど、これ僕高1の時にその問題のカッコ1とカッコ2は自分で作ってるんですよね。だから、たまたまこう、何年越しだだいたい8年越しぐらいで、その東工大の問題を的中させてるっていう。まあでもこれは別にそんな不思議な話ではなくて、この問題がどういう風にできていったのかっていう思考過程から逆算していくと、何ら不思議な話ではないと。いう感じですかね。で、やっぱりそういう思考過程っていうその難問から抽出されるエッセンスってものをしっかりと押さえて、で、他の問題にも応用していくということがすごく重要なので、しっかりと学んでいってくれたらなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。2019年大学入試数学難問ランキング第1位の問題ですね。で第1位の紹介の前に、他のノミネート問題について紹介していきます。東大理系第6問、東工大第2問、早稲田教育学部第4問。こちらの問題が惜しくもベスト3から外れてしまったんですけど、この2つの問題は数学3を使うということで、その文系の方が対象外になるということで、その迷った挙句外させてもらったという感じですね。2位は東大第3問だったんですけど、この第6問の方が難しいっていう方もおそらくいるだろうなというようなのは僕も思ってるんですが、まあでも理系に限定されてしまうし、まあ人によっては東大理系第3問の方が難しいって言ってる人もいるだろうから。ということで、まあ第3問をやろうという感じですね。教育的な視点からそちらを選ばせてもらいました。東工大第2問も同じ理由です。早稲田教育学部第4問の方は、早稲田教育学部第4問の方は、論証をするのはすごく難しいんですけど、答えを出すこと自体はそんなに難しくないということで、まあ、答えが分かれば、そこから逆算して、なんかパッパッパッと論証をそれに帳尻合わせしていけば解けてしまうかなと思って、惜しくもベスト3から外れたという感じですね。で、こちらの問題については、また別の機会でお話ししていこうと思うので、そちらもお楽しみにしていてください。はい。ということで、今回栄えある第1位の問題に移ろうと思うんですけど、その東工大第4問の問題、長いんですね。だから僕は1行にまとめました。まず、これが全文なんですけど、長いですね。もし挑戦したい方は、こちらで画面を停止するかスクショするなりして、自分で挑戦してみてください。はい、じゃあ1行にまとめると、こういう問題です。空間が N 個の平面で分割されたとき、何個に分割されるかという問題ですね。例えば、1個の平面があったら2つに分割されるし、2個の平面があったら、こういう風に置けば4つに分割されますね。はたまた、平行に2つ置けば3つに分割されると。で、その分割される個数の最大の数と2番目に大きい数と3番目に大きい数。これをそれぞれ求めようという問題ですね。はい。なんか題材としてはすごく普通ですよね。だけど、じゃあどうやって解いていくかっていうのは難しいんじゃないかなと思います。要は、カッコ1で止まる人がたくさんいるというわけなんですね。で、まあ、とりあえず、こういう問題が出て、なんかこう、題材としてはこういう問題が出て、題材としてはシンプルで、どういうふうに、解いたらいいか、わかんないな、みたいな問題があったときは何をするか。そうなんですよ。とりあえず実験してみる。これが一番最初ですよね。どんなに難しい問題も、一旦手を動かして様子を見て、あ、こういう要領なのかっていうことをしっかりと押さえていく。で、その上で自分が発見したことだったりをしっかりとその利用していくっていうことが手順としてはすごく大事になってくるわけですね。ということで今回の問題についても実験してみましょう。まず1枚の場合、2つか。2枚の場合はさっき言った通り4か3かいうわけです。じゃあ3枚の場合は、これに加えてこういう風に
3枚置くと。xy 平面、xz 平面、yz 平面に置いてあげると、この4のやつがそれぞれ半分に分割されるから、8つになるのか。8つ。で、他は2つ例えば平行でこういう風にしたら、6つになるな。っていうことがわかると。他は、3つ置いて、3つを、例えばこういう風に置いて、こういう風に置いて、ここを交わるように斜めに置くという感じか。そうするとどうなるかというと、こっちの側から見るとこういう感じになりますよね。1、2、3、4、5、6、7と7つの部屋に分かれるということなんですね。なるほど、こんな感じか。で、一番大きいところに注目していくと、2、4、2、4、8というふうになってるわけだから、これ次16じゃないかなというふうに思うわけですね。じゃあ次4つ目のやつを部屋置いてあげると、大きいところベースに考えてあげると、どういうふうになってるんだ4から8になるときは、各部屋が半分に分割されたわけだから、この8つの部屋をこの8つの部屋を全部半分に割ってくれる平面があればいいんだなって思うわけですよ。で、ちょっと考えてみると、そんな部屋なさそうだぞっていうことに気づくわけですね。ということで、違うのか、2の N 乗じゃないのか。これで多分行き詰まる人がたくさんいる。だけど、この問題は気づく人には簡単なんですよ。この問題パッと見て、何がそんなに難しいのっていうふうに思ってる方もいると思うんですけど、その方はしっかりと演習を積んだ方なんですね。じゃあどういうふうに考えていくか。難問の解放パターンがあるんですよ。この解放パターンを本当にナチュラルにできる人っていうのが結構数学のセンスがあるっていうふうに言われる人ですね。はたまたたくさん演習を積んで、たくさんの問題の種類を頭の中に入れていける人という感じですかね。そのパターンっていうのは何か。より簡単な類似の問題の発想を利用すると。より簡単な類似の問題。今回で言うと、空間の問題を平面の問題に帰着させるというわけですね。空間っていうものがあって、3次元のもの。このままで捉えるのは難しいから、似た平面の問題で考えて、この発想を使えるんじゃないかっていうふうに考えていくわけなんですよ。大丈夫ですかね。これ実は別の機会でその数学両門道場っていう動画の半題の問題を解説したものがあったんですけど、今年の2019年半題の問題ですね。そこで平面で側の考え方を使う問題ってあるじゃないですか。円と円があって、その二交点を通る直線とか、二交点を通って半径が3の円の方程式とか、それ側を使うと思うんですけど、それを空間の9と9でも使えるんだよっていう話をそのところでしましたと。その時の発想と全く一緒なんですね。全く一緒なんですね。じゃあ今回の問題で言うと、何の問題に帰着させられるか考えてみてください。そうですね。平面は N 本の直線によって何個に分割されるか。この問題に帰着できるわけなんですよ。要はこの問題を見て、平面でいうこの問題っぽいぞっていうふうに気づく人にとってはそんなに難しくない問題になるんですね。で、僕もこの問題見てパッと思うどころか、実はもう高1の時にこのカッコ1カッコ2作ってるんですよね。自分で。それは学校でこの問題が出た時に、このロジックだったら空間で切断した時も同じロジックでできるなっていうのに、その時に気づいて、で、カッコ1の問題作って友達に出したという感じですね。で、カッコ2の方は、結論から言うとカッコ1より1小さい数なんですけど、カッコ2の問題の答えを頭の中でパーッと考えて、でもそれただ1少ないだけか。じゃあ出しても面白くないなっていうことでカッコ2を友達には出さなかったんですけど、このカッコ1の問題は、頭の中ではカッコ2の問題も作ってたと。で、カッコ1の問題を友達に出して、結果友達には解かれなかったというわけですね。解ける解けない以前に挑戦すらされなかったと思います。はい。そんな話はさておき、要はこういうある問題があって、それを別の問題に応用させると、そのロジックをこうやって持っていけるんじゃないかっていうことをしっかりとやっていくと。だから応用問題って割と、模試とかでも難しめの問題たくさん出るじゃないですか。その時に、この問題って、あの問題をちょっと変えれば、
うまくいくなっていうその近しい問題をしっかりと見抜いてあげることによって、その応用問題っていうものをどんどん解けるようになっていったりするので、単純に問題の数をこなすだけじゃなくて、演習の数をこなすだけじゃなくて、その演習をしっかりと自分の中でストックしてあげる。あ、こういう問題の場合、こういうロジックで問題が解けるんだなっていうことをしっかりと押さえていくということが大事なんですね。じゃあ、この問題、どういう風なロジックで答えにたどり着けるのか。これもまた実験ですよね。1個引くと2個に分かれる。2個引くと4つに分かれる。3個引くとさっきの7つに分かれる。4つ引くと、どんな感じだ？まあ、なんでもいいんだけど。これで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、10個に分かれる。あれこれ、10個 ?11 個だ。あ、ここだ。11。で、11個に分かれると。だからこれプラス2、プラス3、プラス4になってるな。あ、じゃあ、これを使ってあげて、1本の時に、プラス k プラス1を k が1から n-1 までの時を足してあげると。これが1本の時、これがその全化式、ここの2、3、4の部分が k プラス1になってますよね。1から2になるとき、2、2から3になるとき3と。まあ、簡単に言うと全化式を立ててるわけですね。an プラス1イコール an プラス n プラス1という全化式があるので、これを解いてあげると。で、これが、2分の n2 乗プラス n プラス2って感じなのかな。で、これは n イコール1の時も正しいと。ということで、これが求める答えになるわけですね。で、これはただこの全化式を立ててるんですけど、なんでこのプラス2プラス3プラス4になってるのかっていう説明まで込みで理解しなきゃいけないというわけですね。これは別に答案では×ですよね。たまたまプラス2プラス3プラス4になって、なんでっていうところが示されてないので、そのなんでっていうところを押さえていく。なんでなんですかね。この問題別に中学受験で出てもおかしくない問題ですけど、ただ大学入試になるとちゃんとロジックまで押さえなきゃいけない。どういうふうに考えるか。このプラス2とかプラス3プラス4っていうのは、どういうところで増えてるのかっていうところをしっかりと考えていくわけなんですね。1本あると。で、そしたら2個に分かれてるわけなんですけど、それをもう1本足すことによって、プラス2、平面はさらに2つに分かれるということなんですが、これを引くことによって、要は、この1つだったものがこうやって2つに分かれると。1つだったものがこうやって2つに分かれると。それ2つに分かれてる。要は、何個の部屋を2つに分けてるかなっていうふうに考えるわけですね。それ考えるときに、注目するべきはここ。ここなんですよ。要は、この直線によって、この線っていうのは2つに分かれるじゃないですか。この分かれた部分、それぞれが一つ一つ分けてるんですね。同じように、4つあって、これ3本目の線引くじゃないですか。その時に、ここの増えた部分を考えてあげると、ここ一つだったのが2つになる。ここ一つだったものが2つになってる。ここ一つだったものが2つになってるというわけですね。これも同じで、ここの他の直線によって分割されている部分、それ一本一本がそれぞれの部屋を分割してるっていう風になるわけですね。こんな感じで考えてあげると、結局、この足される数っていうのは、この n 本引いて n プラス1本目の線を引くときにどれだけ増えるかっていうと、この n 足す1本目の直線が残り n 本の直線によって何個の部分に分割されるかなっていう問題に早変わりするわけですよ。よろしいですかね。そうやって考えてあげると、要は平行なものがなければ絶対この n プラス1本目に交わるじゃないですか。n 個の直線は。その交点を n 個それぞれ考えてあげると、それによって上刻算的に n プラス1個の部分に分かれるわけですね。に分割と。その結果、その分割された部分一つ一つが、その部屋を半分に割るわけですよね。だからその n プラス1個分だけ部屋が増えるというわけなんですね。これを空間に全く同じように応用させてあげるというふうに考えるわけなんですよ。つまり、じゃあ例えば、1個平面がありますと。今2つに分かれてますと。2つ目の平面を書くわけですよ。2つ目の平面を書く。
この場合どうなるかっていうと、この2つ目の平面のうち、ここの部分とここの部分がそれぞれこの部屋を分割してるわけですよ。この2つの部屋っていうのはどういうことかっていうと、交線に注目。交線によって分けられた部分で、ここの部分とここの部分が部屋を作ってると。じゃあ、2つ平面があって、3つ目の平面を考えてあげると。そうするとどうなるかっていうと、こことこことこことここ、それぞれが分割してるわけですね。それっていうのは要は、この交線たち。交線っていうのは、平面と平面が交わってできる線ですね。この3つ目の平面と残りの平面の交線たち。ここじゃなかった。すいません。ここでしたね。すいません。間違えてました。で、この交線によって分割される部屋がそれぞれ一個一個その空間を分けるということが分かるわけなんですよ。大丈夫ですかね？っていうことが分かれば、あとは簡単なんですね。n プラス1個目。要は n 個平面考えるわけですよ。こうやってなんか適当にわーとあるわけですね。そこから n プラス1個目の平面を書いてあげたときに何個増えますかっていうところですね。何個増えるかっていうと、n プラス1個目の平面を考えたときに、残り n 個の平面とでできるその交線によって、この平面が分割される数に対応するわけなんですよ。大丈夫ですか？言いたいことわかりますかね？だから、n 個の平面との交線だから、n 本の、あれになりますよね。直線が出てきますね。それによって何個の平面に分割されますかっていう数だけ増えていくんですよ。あれ？さっきあったな。これですね。2分の n2 乗プラス n プラス2ですよね。ということで、2分の n2 乗足す n プラス2だけ増えるんですよ。これでもう簡単。あとは an プラス1イコール an プラス2分の n2 乗プラス n プラス2と a1 っていうものが2かっていうものの全化式を解いてあげれば、はい、終わりっていうことですね。一応、記述で考えるならば、こういうように絶対できるかどうかっていうことを考えていかなきゃいけないんですね。常にこういうふうに取れるかどうか、最大となるようにできるかどうか。でもそれちょっと考えれば分かることで、交線が平行になんなきゃいいんですよ。あと1点で交わんなきゃいいんですよ。こんな感じで交線が1点で交わるか、平行になってしまったら、その当然分割される数は減りますよね。こうならないように常に選べるかって考えると、3本の交線が交わるっていうのはどういうことかというと、これ、なんかの平面上ですね。この平面上で交線が交わるということを考えるわけですね。そうすると、要は平面があったらここに交線ができると。他に例えばこういう平面があったらここに交線ができるという感じですね。こういう感じで考えていく。で、もう一本なんかこうあって、交線がこういう風にできちゃうわけなんですよ。そしたら交線一点で交わりますよね。この平面上においては。平面上違うわ。上だわ。ちょっとボケてますね。はい。で、こういう風になる場合っていうものは逆に難しいというわけなんですよ。だから要は、こう重なる場合は、ちょっと一個の平面を平行移動させてあげれば重ならないようにできますよね。大丈夫ですか？こういう風になりそうだっていう風になった場合は、そのうちの片方をちょっとずらしてあげれば問題なくできると。裏を返せば、ずれてるものをちょっと平行移動させれば、こういう状況を作ることはいとも簡単だということですね。あと、平行っていうのもどういう場合かというと、ここで交線ができる。この交線と平行な交線を作ってあげたい場合、こんな感じと。こんな感じで容易に作ってあげることができますね。もちろんこの平面とこの平面平行じゃなくて、こうなんかさっきあったような、こういう形のものをずらっと、奥行きはそのまま、真上から見たらこういう図になるような形で平面を置いてあげても交線は平行になるというわけですね。そんなこんなでこういうものを作れるけれども、これをちょっとずらしてあげれば、こういう状況を全部回避することは容易だということがわかるわけなんですよ。ということで、これで問題なく最大の数が求められる。もう一回書いてあげると、これを求めればいいので、an っていうのは、これが n が2以上の時は、a1 足す k イコール 1n-1 で、2分の k2 乗プラス k プラス2と。これを求めてあげればいいわけですね。
問題ないですかね。あとは、これを計算してあげるわけなんですけど、裏技的に考えてあげると、これ k 過去 k プラス1っていうのが、その導かれる過程で当然出てくるので、これを k プラス2引く k 引く1みたいな感じで考えてあげるんですよね。大丈夫ですか？これを3分の1括弧 k プラス2引く k 引く1で、かけてあげると。これをかけてあげる。こいつは1なので、こいつにかけてあげて、要は fk と fk プラス1を作ってずらして引いてあげるっていうことをやってあげればいいんですよね。そうすると、6分の1と、これに、こっちの大きい方に n-1 を入れたものが、n-1 入れるから、n-1、n プラス1と。で、ちっちゃい方に、この k-1 の方に1を代入するから0になるわけですね。っていう風に一発でできると。で、プラス、n-1 ですね。この2分の2の方は1なので n-1 と。で、これを計算してあげると、6分の、この部分が n3 乗引く n になって、これ 6n 引く6、n3 乗引く n になって、ここが2と n-1 で n プラス1なので、6倍してあげて、ここに乗せてあげることで、答え6分の n3 乗プラス 5n プラス6になるわけですね。で、これが n イコール1の時も正しいと。n イコール1の時は2ですね。2になってますもんね、ちゃんと。ということで、これが正しいということがわかるわけですね。はい。こんな感じでカッコ1わかるんですよ。やってること自体簡単ですよね。N 本の直線の場合どうかなっていうロジックさえ分かってれば、この空間のやつも全く同じように実験手を動かしてやってみて、ここの部分で増えていくんだっていうのが分かると。あとは簡単な全可視を解いてあげれば終わりというわけですね。大丈夫ですかね？そんなノリでカッコ2をやっていくと、カッコ2も非常に簡単。カッコ2、2番目に大きい数か。2番目に大きい数っていうのは、1ちっちゃいものができればよくないっていう発想ですね。2番目に大きい数っていうのは何個に分割されるかっていう問題で実際に作ってみればいいんですよね。2番目に大きい数を。だから、一番大きい数が6分の n3 乗プラス 5n プラス6なんだったら、括弧2は引く1と。で、6分の n3 乗プラス 5n にならないかなっていうことをまず考えてあげるわけですよ。こういう問題では。どういう場合に1個減らせるかなって考えればすぐわかる。要は、n-1 個目までは、普通にめっちゃ最高に大きく作るんですよ。大丈夫ですか？で、最後 n プラス1個目、部屋を分割するときに、n プラス1個目ので切断する数を1個減らせばいい。それ本当にできんのっていうふうに考えたら、また交線の方から考えてあげればいいと。この n プラス1個目の平面考えてあげて、交線を考えるわけですよね。こんな感じで。例えばじゃあ、4個目の平面だったら、こんな感じになるわけなんですけど、ここの部分の、その交線によって切断される部分を1個減らせばいい。具体的には、これをちょっと上に動かして、こういう風に3点で1箇所で交わるようにすれば、1個減りますよね。はたまた、ここの交線の部分が何かしら平行になってれば、1個減るんですよ。そうすれば、本当に1個減るのって言ったら、それも同じように考えていけばいい。これも結局、n-1 個目まで線を引いてあげて、こんな感じで、すいません。n-1 個目まで適当に線、こう繋がってるんですけどね。こんな感じで。こうやって適当に線を引いてあげて、じゃあ n 本目の線を引いてあげましょうと考えたときに、n 本目の線で何かしらで、その分割されるところを1個減らしてあげるわけなんですよね。1個減らすためのコツとしては、この2本の直線をまとめて1点に吸収するか、どれかで平行なものを作るか。平行なものがあれば交点が1個減るので当然分割されるところも1個減るというふうになるわけですね。ということで、これを考えてあげれば頭の中で、最後の1本のところで1個減らしてあげれば、うまくこの分割される平面も1個減るな。で、その結果、それを最後の平面のところで適用してあげることによって1個減らせるなっていうことがわかるわけですよね。もうこの時点で、もうカッコにはできたも同然。で、一応ちょっと考えなきゃいけないことがあって、本当にそれをする場合どういうことが必要か。要は、簡単に言うと、なんか平面があっ
、で、4個目というか N 個目の平面を書いたときに、どういうときに、その交線が、書いたときに、その N-1 個目までは、このマックス最大の数になるように分割されてるけども、その N 個目だけ、その交線が3点で交わる、または平行な組が1個あるという状態にできるかっていうことを考えるわけなんですよ。それは比較的簡単で、3点で交わるように例えば平行な組があるようにするにはどういうふうにすればいいかというと、こいつと、この何かの直線と、こいつと、この別のものがあったときに、結局、この N 個目の平面を書いた時点で、平行な組があるっていうことは、絶対に、例えば、その時点で、こことここにできるとしたら、これが平行になるためには、絶対に3つ平面が必要ですよね。つまり、これ、n が2以上の場合の求めなさいって言われてるんですけど、これができる場合っていうのは、n が3以上の場合なんですよ。n が3以上の場合。だから n が3以上の場合は、確実にこれは作れると。じゃあ n が2以上の場合はどうかなっていうふうに考えた場合、作れるかな。これは4と。4つあって、これがマックスなんだけど、それより1個少ないものは、これを互いに平行に置けば3で1個少ないものを作れるなと。だから n が3以上の場合は、最後に平行な組があるように置けばいいんだけれども、ただ、n が2の場合は別個で考えてあげないと、要は交線がこうなるようには絶対置けないので、結果的に考えてあげて、1個減らせる。ってことは、n が2以上の場合、すべてにおいて6分の n3 乗プラス 5n が答えなんだなっていうことがわかるわけですね。これで括弧にも終了。なんか意外とスッキリ解けたな、みたいな感じじゃないかなと思います。じゃあ、3番目に大きい数は同じようにやってあげましょう。これ、さらに1減らすと、6分の n3 乗プラス 5n 引く6になりそうですね。じゃあ、最大の数から2減らせるようなものってあるのっていうふうに考えるわけですね。どういうふうにしていったらいいかなっていうふうに考えていくんですが、どうやったら作れるかな。同じ発想で考えていく。n 個の平面を考えるわけですね。まず n-1 個書いて、n 個目の平面を考えたときに、n 個目の平面を置いてあげたときに、こいつが分割する数を2つ減らせばいいんですよ。どうやって2つ減らせるか。この n 個目の平面を考えたときに、n-1 本の交線があるわけですけど、この最後の部分をあるわけですけど、この交線も同じように全化式的に考えていくわけじゃないですか。1本目引いて、2本目引いた時に何個増えて、3本目引いた時に何個増えてっていう。それと一緒で、その最後の n-1 本目の交線を考えると。交線を引いた時に2個減らせば結果的にこの n-1 本目の交線によって分割する部屋が2個減るので、結果としてこの全体の部屋数が減る。その結果、この n 個目の平面をズバッて置いたときに、分割する空間の部屋の数が2個減ると。で、結果これが達成されるっていうわけなんですよね。なるほど。じゃあ、これが2個減るためにはどうやって置けばいいのかっていうふうに考えるわけなんですよ。どうやって置けばいいかな。これをあるものと平行に置いて、で、どっかのタイミングで1点で交わる部分があると。例えば、こんな感じで4本あったとして、残り1本書くとするじゃないですか。だから、こいつに平行なものをまず考えてあげると。その平行なものを考える時点で1個減るんですけど、さらに1点で交わる。例えばこことかね。こんな感じで引いてあげれば、これ、平行っていうので1個減ってる上に1点で交わってるから、こいつが分割されるものっていうのは2つ減るわけなんですよ。本来だったら1、2、4本ここにあった直線によって5個の部分に分けられるところを、この平行っていうところでここで交点が1個減る。さらにここで本来2つできるはずだったら交点が1個にまとめられてしまうということで、交点の部分が、またこいつとの交点か。2つに減っちゃうから、3つの部屋に分けられるというわけなんですね。こういうノリですね。つまり、交線のうち1本平行でその平行なものをずらしてあげることで
どれかに1点で交わるというふうにすればいいわけなんですね。言いたいことわかりますかね。じゃあそのためにはどういうことが必要かっていうことを考えるわけなんですよ。これちょっと考えてもらえばわかると思うんですけど、どういう時かな。これも実験なんですね。結局は手を動かしてみると。要は、あるものに平行って時点で、ここに1本必要だと。さらに、平行なものを引いて、他の2つの部分の交点を考えてあげなきゃいけないから、ここで2つ必要だというわけですよね。だから、N-1 本目の交線を引く時点で、3本の直線がすでに存在しなきゃいけないんですよ。言いたいことわかりますかね。言い換えれば、N-1 本目の交線が4本目の直線でなきゃいけないと。裏を返せば、平面としては5個目の平面で、残り4個の平面との交線を引いてあげなきゃいけないわけなんですね。言いたいことわかりますかね。ということで、これが達成できるのは、N が5以上の場合は、達成できるよということしかまだ言えないんですよ。この単純に最後のものだけをポンって置いてみて、よし、じゃあ2個減らせるっていう風になるためには、こういう平行な部分があって、その上で1点で交わる部分、これをちょっとずらしてあげて、ここに持ってきてあげると。ためには、5個最低でも平面が必要なんですね。このロジックを通すためには。じゃあ、今回 N が3以上の場合を聞いてるので、N が3の時と4の時はどうかなっていうのを別個で考えなきゃ、このロジックで考えられないっていうわけなんですね。よろしいですか？じゃあ N イコール3の場合はどうかなっていうふうに考えた時に、実は N イコール3の時って問題文中に書いてあるんですよ。ちょっと戻りますね。はい、戻りました。これ問題文中にこれ具体例として書いてあるんですよ。実際に、ここが具体例ですね。平面が H1、H2、H3、これ3つの平面をこういう風に XYZ 平面で考えたら8個に分割される。こういう場合は7個に分割される。こういう場合は6個に分割される。これは4つの場合15個に分割されるっていう話ですね。もうこの時点で、3個平面を考えてあげて、マックスは8でしたね。で、それより2個少ないものって作れるんだよということが問題文中からもうすでにわかるんですね。だから、N イコール3の時も最大の数より2個少ない場合を作れるっていうことはわかるわけなんですよ。ということで、あとは N イコール4の時を考えればいいわけですね。で、この N イコール4の時を考えるのが結構難しいんですね。これが山場かなと思います。N イコール4の時を考えるときに何個に分割されるかなっていうことをちゃんと考えてあげなきゃいけない。全パターンをしっかりと考えて、マイナスになるような値を作れるかどうかっていうことを吟味していかなきゃいけないわけですね。これは結局考えてあげなきゃいけないのは、N イコール3の場合っていうものを考えてあげて、4個目の平面を考えると。で、何個増えるかなっていうことをしっかりと考えてあげるっていうことが必要になってくるわけですね。N イコール3の場合っていうのはどういう場合があるかというと、それ問題文中に書いてあった通りで、こういう8個の場合と、あとはその一方向から見ると、こういう風に見える場合。これが3、4、5、6、7と7つ、これ8個ですね。っていう場合だったり、あと、図を書くのが大変ですね。こんな感じで、交線が全部、六角形になってる。だからこっちから見ると、こういう風に見える場合。これは6個になってますね。大丈夫ですか？あとどういう場合があるかというと、平行な場合ですね。この部分が。こうやって6個になってるわけですね。こっちから見ると、こんな感じ。なってるわけ。この4つのパターンが考えられるなっていうことが、まずわかるわけなんですね。ここを最初にスタートしてあげると。こっから、プラス何個にしてあげればいいかなっていうふうに考える。要は、この8だったら、ちゃんと、マックスの個数。だから、要は4個目の平面考えたときに、3本の交線によって、しっかりと、この1、2、3、4、5、6、7、7個、プラスになるように配置できるかどうか。一方、この場合はプラス6になるように配置できるか。プラス7に配置できなきゃいけない。プラス5、プラス6、プラス7、プラス7に配置できるかなっていうことをしっかりと考えてあげなきゃいけないわけですね。じゃあ考えていってあげましょう。じゃあ、このプラス7っていう場合を、まず6たちで考えてあげるんですけど、
このプラス7っていうものが果たしてできるのかどうかっていうふうに考えるわけですね。じゃあまず例えばこっちの場合を考えてあげると、もうこいつ平行なんですね。こいつ平行。平行なものが1個ある時点で、これ4つ目パッと切ったときに、何かしらの交線がどうしても平行になってしまいますね。ということで、プラス7にはなり得ない。じゃあ今度こいつの場合を考えてあげる。こいつの場合考えてあげると、ズバッと4個目の平面を置いてあげたときに、これ要は交線が共通してるわけなんですよ。3本とも。ここで。つまりどうあがいても、こっち側から遮影してあげると、どう考えてもこの4個目の平面上では1点に交わるところができてしまうんですよ。その3本の交線が1点に交わってしまうわけですよね。それはもう確実だというわけで、このプラス7にはなり得ないんですよ。だからこれはダメ。っていうことがわかるわけですね。次。この7の場合は、この場合を考えてあげると、プラス6になればいいわけですよね。プラス6。だから4本目の直線で、プラス6になる場合っていうのは、1、2、3の場合か、これが平行ってことですね。はたまた、こういうふうに1本で交わるか、1点で交わるか。その場合のどっちかがプラス6になるわけですよ。大丈夫ですか？この状態で、これかこれに持っていきたいわけですね。で、交線が1個に交わる場合っていうのは、こういう風になる場合しかありえないんですよね。こうなる場合っていうのは、4つの平面が1点で交わるような場合を考えなきゃいけないんですけど、そもそもこの平面を考えてあげると、3つの平面が交わってる部分がそもそも存在してないと。平行なのもありえないですよね。じゃあもう一回言うと、7個。この場合で、この場合かこの場合を作ってあげられるかっていうことを考えるわけなんですけど、例えばこの場合、平行なものを考える場合っていうのは、要は、ある面とある面が平行じゃなきゃいけないわけなんですよ。大丈夫ですか？ある面とある面が平行じゃなきゃいけない。じゃあ例えば、こいつと平行な平面を考えてあげましょう。そうするとどうなるかというと、残りの平面も平行になっちゃうんですよね。すなわち、ここの部分がこういう風にならずに3本線になっちゃうんですよ。こんな感じで。その理由っていうのが、こういう風に見える場合っていうのは、要はその全部 XYZ 平面があったら、例えば XZ 平面と XY 平面と X プラス Y イコール1みたいな感じになるわけですね。これっていうのは、この交線たちが全部平行になってるんですよ。見たらわかると思うんですけど。その平行な部分にスパッと別の4個目の平面入れて、交線を考えてあげると、こいつら全部平行になってしまうから。ありえないわけなんですよ。一方、こっちの場合も考えてあげるとわかるんですが、こういうふうに1点で交わる。4個のものが1個で交わるっていうのは、4個の平面が1点で交わってるっていうことを表してるんですね、これは。で、これ考えてあげると、ありえないっていうことがすぐわかるわけですね。ということで、7の場合もダメ。じゃあ、8の場合は、最後に、この場合を考えてあげればいいと。こいつの場合は、この、要はプラス7から2個減らしたら、プラス5になればいいと。3本の直線を引いてあげて、プラス5になればいいから、3本の直線引いてプラス5。どういう時かというと、ないのか。ないというわけですね。3本の直線を引いて、その平面を5個に分割することはありえないということがわかるので、結局全部の場合ダメなんですよね。よろしいですか？ということで、まとめると最大の数から2減らすことは全部の場合でできないということがわかるわけなんですよ。ということで、最大の数から3減らした場合できるかなっていうふうに考えると、これはできるんですね。これは例えば、要は8たす7引く3の12となるように考えてあげればいいんですが、例えばなんですが、この6個ありますよね。平面が6個あるものを全部の部屋をこうやって半分に分けてあげるというふうにすれば、容易に12個の部屋を作ることが可能だというわけですね。ということで、13個の部屋は作れないけど、12個の部屋はちゃんと作れるということから、結論は、n イコール3の時は問題なく2個減らせて、n イコール4の時は2個減らせないから12と。で、n が5以上の時はちゃんと2個減らせて、こういう風になるわけですね。これが求める答えになるわけですと。こんな感じですかね。はい。ということで、今回は
東工大第4問の要は2019年の大学入試で一番難しいというふうにされる問題ですね。これについて解説していきました。まあ確かに最後の方難しかったですね。特に n イコール4の時どうなるかなっていうことを考える場合。で、ただほとんどの人はこのカッコ1の時点でつまずいてると。だからカッコ1解けるだけでもう上位1割ぐらいに入れちゃうんですよ、ポンと。で、このカッコ1を解けるようにするっていうのが、いかに演習を積んで、あ、この問題と似てるなっていう、そういった考え方をしっかりとできるようにする。その応用問題を見たときに、あれこれって、あの問題をこういうふうに使えばできるんじゃないかっていうふうな頭の使い方をしっかりとできるようにすれば、カッコ1の問題は簡単にそんな難しくなくできるんじゃないかというわけですね。そこさえ乗り越えてしまえば、カッコ2も、どういう場合だろう、こういう場合かっていうのもすんなりわかる。カッコ3も、どういう場合だろう、あ、こういう場合かっていうのがすんなりわかる。ただ、注意しなきゃいけないのが、N が3以上の時しかそれが成り立たないから2の場合は別個に考える。これも N が5以上の場合しか成り立たないから3と4の場合は別個に考える。っていうところの要は注意力が必要なんですね。今回の問題では。で、かつ N イコール3の場合は簡単だけれども N イコール4の場合はちょっと難しいということで確かに最後の方は難しい問題かなと思います。ただこの問題もしっかりと復習してできるようになってもらえればその数学力っていうところはものすごくつくんじゃないかなと思います。はい、ということで今回一昨日から3日間2019年の数学難問ランキングベスト3を徹底解説していったわけなんですが、難問といえども重要なポイントはしっかりと押さえていってほしいなと思うので、はい、これを機に応用問題についてもどんどん果敢に取り組んでもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。